こんばんは。こんばんは。4月14日月曜日、乃木帯の担当をする乃木坂466期生の瀬戸口美月です。今回乃木帯初登場です。よろしくお願いします。皆さん、今日は何をしていましたか？学校や仕事の方が多いと思いますが、一日お疲れ様でした。まずは初めましての方もいると思うので、自己紹介トークをしたいと思います。改めまして瀬戸口美月です。美月は心に月と書いて美月と言うんですけど、暗い中でも誰かの心を明るく照らしていけるような子に育ってほしいと両親が名付けてくれました。瀬戸口は鹿児島では多いんですけど、結構6期生の子たちにはなんか珍しくてかっこいいってよく言われますけど、瀬戸口美月を漢字で並べたらなんか背が大きくなっちゃってバランスが難しいです。まあ背はちっちゃいんですけどまあそんな感じで美月と呼んでいただけたら嬉しいです。私は鹿児島県出身です。幼稚園生の途中から小学生の途中まで鹿児島県の奄美大島にも住んでいたことがありました。誕生日は2005年の7月16日生まれです。オーディションの時には18歳だったんですけど、気づいたら19歳で、気づいたらあともう3ヶ月ぐらいで20歳になります。びっくりしてます。食べることが好きです。梅が一番好きなんですけど、結構何でも食べれます。6期生も食への執着心が強いというか、みんな食べるのが好きで、よく食べ物の話をしてます。毎回話すたび半分ぐらいご飯のこと話してます。でも普段は料理とかしないんですけど、最近は味付け卵を作って、自分で作ったんですけど、それが本当に美味しくてハマってます。最近は醤油とかの普通の味と塩味の2種類を作りました。おすすめの味玉とかあったらぜひ教えていただきたいです。休日はいつも今までぼーっとして一日が終わることが多かったんですけど、上京してきてから買い物に行ったり掃除をするようになって、本当に人が変わったように過ごしています、最近は。あと性格は家族や友達にマイペースだねって言われることが多かったんですけど、最近その6期生の子たちが本当にマイペースな子が多くて、私ってそんなマイペースじゃないのかなって最近思っています。でもそれぞれのマイペース
ですけど、すごい波長があって楽しいです。じゃあそろそろまずはのぎおび選手権特別編をやりたいと思います。6期生登場を記念して6期生全員で競う特別なのぎおび選手権です。6期生全員で行う競技は6秒66体内時計です。ストップウォッチを押して画面見ないで6秒66ジャストで止めます。これで6秒66に近かったメンバーがご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。私はなんかこの似たようなことをやったことがあって、スーパーでなんかその時にジャストで叩き出せて景品ゲットしたことあるので自信があります。あと今日の朝アラームなしで起きれたので、結構今日の体内時計は正常に動いてるのでバッチリ決めたいと思います。じゃあ目をつぶってやります。いきます。結構これ6秒80ですかね。どうですか？これは来たんじゃないか。ありがとうございます。6秒80。惜しい。これは優勝ですきっと優勝です。6秒。嬉しいです。6秒80。いい感じです。でも誰が得意そう？でも鈴木優奈ちゃんとか得意そうですね。海部あかりちゃんはちょっと下手そうですいや楽しみです。明日からまた。ありがとうございます。はい、じゃあ次に前回配信メンバー久保しおりさんからの宿題をやっていこうと思います。久保しおりさんからの宿題は学生時代の忘れられない思い出を教えてくださいでした。そうですね、忘れられない印象に残ってることがあって、高校時代の学校でなんかそれはなんか月に1回国旗の日という日があって、なんかお昼ご飯、伝統的な行事なんですけど、みんなでお昼ご飯に日の丸弁当を静かに食べるという行事で、なんか日頃の感謝と自分への鍛錬を鍛錬に取り組むという、なんかちょっと日の丸弁当をみんなで黙々と食べる日があるんですけど、それがすごく印象に残ってます。でも日の丸弁当は白米に梅干しなので、私梅干しが好きなので全然苦じゃなくて、すごい逆に嬉しかったのを覚えてます。最近食べてないので久しぶりに取り入れようかなってちょっと今思いました。国旗の日。
ありがとうございます。で次にありがとうございます。次回メンバーへの宿題を出します。メンバーはで次回メンバーは矢田萌香ちゃんです。よし。矢田萌え漢字合ってますよね。ありがとう。なんかじゃあ何がいいと思いますか？もったんもったんもたもたのもったん。何にしますか？高校生なので、じゃあさっきの学校にちょっと近づけて青春のことを聞こうと思います。だかな。じゃあ最近青春したことを教えてくださいにします。矢田萌香ちゃんへ最近青春をしたことを教えてください。17歳高校生なのでまだ何で青春できたのか気になります。楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。よし、次に行きます。最近のグループの近況について話していきたいと思います。そうですね、最近4月5日アンダーライブと佐藤楓さんの卒業セレモニーがあって見に行かせていただきました。本当にどの瞬間もずっと見逃せなくて、本当に胸にグッとくるものがあって本当に素敵なライブでした。ありがとうございます。でその次の日の4月6日乃木坂466期生の初お披露目の会がありました。見に見てくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。先輩方のその姿を見た直後だったので緊張しながらも6期生みんな自分なりに頑張ろうねって言って臨めました。そして4月7から6期生のリレーブログが始まっています。見ていただけましたか？ありがとうございます。昨日私もリレーブログの担当だったんですけどいろいろ書きました。見てくださりありがとうございます。本当に自分のことを伝えるのはなかなかないのでうまく伝えられてたか不安なんですけど、これからもっとブログを通して伝えることができるように頑張ります。そして4月20日から6期生がミーグリに参加させていただきます。
また皆さんと楽しくお話できるのが楽しみです。お願いします。あと昨日乃木坂工事中で6期生が初登場しました。見ていただけましたか？私は遠藤さくらさんとペアを組ませていただいて紹介していただいたんですけど、本当に温かくて、もう打ち合わせの時から温かくて、本当にたくさん支えられました。応援した時に、日村さんを応援した時にちょっと横でクラリネットを演奏してくださって、私も吹奏楽部でトランペットしてたこともあったので、なんか本当に楽器を吹く大変さとかすごい分かってるつもりだったので、本当に忙しい中本当にありがとうございますと思って、本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。ぜひ見てない方も遠藤さくらさんのクラリネットを見てください。あと最新回はいすいませんあと最近の個人的の近況としては、その上京してきて約1ヶ月とか、経つんですけど、なんか悩みがあって、なんかティッシュの使い方がひどすぎるという悩みがあって、なんかまだ1ヶ月しか経ってないのに、ティッシュの箱の5個入りぐらいの箱あるじゃないですか。その箱全部使っちゃって、もう気づいたらなくなってびっくりしました。なんか本当にまた1ヶ月、本当に今はティッシュを無駄遣いしないように頑張ってます。花粉症じゃないんですけどなんかいつの間にか減っててびっくりしました。本当に花粉症じゃないんです。大丈夫ですありがとうございます。使いすぎです。ただの節約頑張ります。あとは掃除機が最近届きまして、なんか今までクイックルワイパーみたいな感じで結構電動じゃなくて手動みたいな感じでやってたので、本当に掃除機が楽すぎて毎日3回ぐらいかけちゃいます。嬉しくて本当にありがたいですね、発明してくれた方が。そんな感じですかね。あとはブログを書いた時に、なんかブログのコメントも読ませていただいて、なんか本当に応援してくださる方が本当になんかたくさん応援してくださって、リアルミート&グリッドでもなんか応援ってこんなに力になるんだなって本当に気づきました。ありがとうございます。応援されてばっかりじゃなくて応援できるように頑張っていきます。じゃあ今からコメントたくさん読んでいきたいと思います。なんか質問とか話してほしいテーマとかあったら教えてください。すごい鹿児島のリアミで鹿児島弁でなんか結構
なんかしてくださいって言っていただけることが多くて、結構鹿児島弁で言ったりしたんですけど、なんか伝わってるか心配で、なんかなかなか、自分でも鹿児島弁結構ゴテゴテの鹿児島弁はあんまり使わないんですけど、でも意味はちょっとなんか私は分かってるんですけど、やっぱり標準語じゃないので、なんか意味ちゃんと伝わってるか心配で。仲良くなりたい先輩、そうですね。もう皆さんと本当にお話ししてみたいなって思ってるんですけど、そう、この間井上凪さんが話しかけてきてくださって、その初お披露目の会で、その井上凪さんのそのお一人様天国でそのお話で話しかけてきてくださって、本当に嬉しかったです。本当にもっと井上凪さんからたくさん喋って、いっぱい勉強させていただきたいですあとそのラギオハギ長島りおちゃんが食べてて、私も食べたいなって羨ましかったです、後ろで見てて遠藤さくらさんとも何回か感謝の気持ちを伝えに行かせていただきました。勝手にすごい優しいです。写真も遠藤さくらさんも井上凪さんも撮ることができて、すごい宝物です。6期で仲いい子、6期でもみんな仲いいんですけど、本当にみんな喋るし、結構共通点とかもそれぞれいっぱいあるんですけど、なんか意外と川端ひなちゃんとか5歳ぐらい違うのに大人っぽくて、でも喋ったら結構年相応じゃないけど、なんか可愛くて、幼くて可愛くて、すごいめでたいですねヒーツンヒーツンか、ヒーツンです6期生面白い子。でもお披露目会で見ていただいた通り、増田みりねちゃんとかも、今年高校1年生になったばっかりなんですけど、面白いですね。ほっとけないですね。これから楽しみにしてください。グループに入って驚いたこと、なんかもう先輩方のオーラが全然、本当にそこがすごすぎて驚きました。なんかみんなで話してたんですけど、6期生の子たちと本当に立ってられないぐらい、皆さん顔もがちっちゃくて驚きました。オーラ圧、そうですね。なんかもう美の圧というか、出せるようになれる気がしない、あのオーラが本当にすごかったです。
今年中に叶えたい。なんか今年は結構なんか個人的に一人でなんかどっか行くの挑戦してみたいなと思ってて、一人映画とか一人散歩とか結構今まで一人で行動するのが怖い系っていうか、あんまり好きじゃないっていうか、みんなと一緒の方が良かったので、一人で映画とか行ってみたいです。確かにすぐ叶えられそうお一人様でやりたいですね。あ、あと4分。あ、スクショタイム。あ、どうどうすればいいんだろう。スクショタイムではスクショタイムをさせていただきますどういう、じゃあロッキー、キポーズします。見えないかありがとうございます。46ポーズです。そろそろ乃木曜日月曜日終わりの時間です。今日の乃木曜日は不安だったんですけど、なんかリアミとかブログのコメントとかで結構見るねとか、乃木曜日楽しみにしてるね、頑張ってねってたくさん言っていただけて、温かい言葉を、本当になんかそんな方々が見てくださってるし、なんか本当にあったかいんだろうなと思って、楽しく安心しながら配信できました。あと本日インスタグラムと YouTube、TikTok にて初披露の回の個人ハイライトムービーが公開されました。見ていただけたでしょうか。あと乃木動画にて初披露の回の直後に撮っていただいたソロインタビュー動画がこの後公開いただけるようです。ぜひチェックよろしくお願いします。たくさん見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。緊張してなんかうまく回してないところもいっぱいあって全然喋れなかったんですけど、本当に見てくださりありがとうございます。本当に温かいありがとうございます。これから頑張っていきます次回の乃木曜日の配信時間は20時半、20時30分です。ぜひこれからたくさん6期生の個性が出てくるところだと思うので見てください。お願いします。ではありがとうございました。本当に明日です。明日また20時半からあるので、違う6期生の子です。よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみつきおやすみつき。ありがとうございました。遅くまで。では今日の乃木曜日月曜日
瀬戸口美月でした。ありがとうございました。では、ありがとうございました。